放射線が医学に貢献していることは皆さんも知っていることと思います。さあ、そこで放射線は一体どのようなもので、一体どのように医学に貢献しているか、X 線を中心にお話しします。放射線と X 線、どちらもよく耳にすると思いますが、違いは一体何でしょうか。放射線にはアルファ線、ベータ線、ガンマ線、そして陽子線、重粒子線、中性子線などがありますが、X 線もこの中の一つというのが答えです。では X 線だけ突出してよく耳にするのはどうしてでしょうか。これは人間が作った装置によって比較的簡単に出すことができて、しかも簡単に画像化できるからなのですね。この X 線は1895年にドイツのレントゲン博士によって発見されました。したがってこの年が人類が初めて放射線の存在を知った年であり、また放射線医学の始まりであったということが言えるのです。彼は第1回ノーベル物理学賞を受賞しました。日本はまだ明治時代でした。彼がノーベル賞を受賞した根拠は何といっても X 線が物質を透過するという性質にあります。 X 線写真はスマホの写真と何が違うか。人の前にスマホを置くと写真が撮れます。 X 線が人体を透過してフィルムに到達する、そこにフィルムがあるのが違う点です。ですから体内の情報を情報として画像化できるし、その画像を診断することを画像診断というわけです。さて、放射線は画像診断として病気を見つける一方、放射線治療としてがんの治療としても働きます。ただ放射線治療は撮影とは比べ物にならないほど大量の放射線を人体に照射します。したがって放射線治療で最も大事なことは、正常細胞を極力避けながらがん細胞に正確に照射することで、この技術の進歩がまさに放射線治療の進歩といっても過言ではないのです。そのためにがんの病巣が表面近くにあれば電子線を使う、深いところまで治療したければ X 線を使う、深いところだけを治療したければ陽子線を使うといったように、がんの位置によって放射線の種類を使い分けます。2人に1人ががんになる時代と言われています。もはや放射線の知識はがんを治すということだけでなく、自分や家族を守るための知識としても重要となりつつあります。今日のお話が何かの役に立てばと思います。